皆さんこんにちは。フランス在住の親指プチコです。今日は数ヶ月前の引っ越しの様子をシェアします。田舎の一軒家の賃貸です。古い石造りの家を改装した中は新築同然の家です。こちらはバスルーム。洗面台が2個あって快適です。浴槽がありますが毎日シャワー生活です。奥は何の変哲もないトイレです。この時は夏でしたが外壁が石造りなので夏でも窓を閉めれば涼しく快適に過ごせました。こちらがリビング兼キッチン。備え付けのオーブンがついているのが嬉しいポイントです。さてこの急な階段を上って2階へ行きます。なぜかこの階段は日本風と言われているそう。2階には3部屋あります。ここが寝室。引っ越しの時便利なようにまだ廊下に柵がなかったのでかなり危険な状態でした。ここが私のウォークインクローゼット兼書斎。あまり長い時間過ごさないので窓がなくても平気です。その隣の一番奥の部屋は多趣味な彼に譲りました。まだ何もなくて殺風景かつ収納があまりないので早速 IKEA へ。ひどい画質のルームツアーですみません。IKEA は多分どこの国でも世界共通の作りかと思います。まずは腹ごしらえ。私はベジタリアンミートボールとサーモン。飲み物はフレッシュオレンジジュース。デザートにフルーツポンチを選びました。たっぷり食べたので妄想を膨らませながら IKEA をうろついて運動。かわいいコアラの親子発見。趣旨を忘れそうでしたが私たちは食器棚を見に来たのを思い出しました。自分でカスタムできる家具に挑戦してみることに。色や素材、形などいろいろ組み合わせられます。帰って早速組み立て。実は私おそらくこの時が IKEA の家具をちゃんと自分で組み立てたのは初めてでした。前のアパートは彼の一人暮らし時代からの家具で事足りてたので家具は買い足す必要がありませんでした。段ボールだらけの空間の中、あまり落ち着かない様子の犬。彼と一緒に住むまでは長いこと一人暮らししてたのですが、いつ日本に帰国するかわからないと思ってたのでずっと家具付きのアパートを借りていました。日本には家具付きの物件って結構珍しいかと思うんですが、フランスには結構家具付き物件があります。特に私が借りていたようなワンルームの一人暮らし用のアパートでは家具付き物件は珍しくありません。だからもしフランスに暮らすように短期滞在したいと思ったらそういうアパートを借りて住んでみるのも楽しいかと思います。おそらくフランスに来て10回くらい引っ越ししてると思うんですが大半が家具付き物件だったので知り合いに頼んで普通車に段ボールを積んで引っ越しが完了していました。
今回は家具もあるし2人となると荷物も多いので引っ越し業者に頼みたかったのですが、見積もりを頼んでもバカンス期間で業者からの返答がなく、泣く泣く彼の友達に手伝ってもらってなんとか自力で引っ越ししました。力作業は彼と彼の友達が2日かけて頑張ってくれました。私は力作業はしてないけど片付け掃除でぐったり。夏のバカンス後半は引っ越し作業に明け暮れました。バカンスで業者からの返事がないってザ・フランスですよね。何時間もかけて夢中で作業していたら夜になっていました。ようやく完成した食器棚。カスタムして組み合わせた家具だからかちょっとぐらついていますが、自分で組み立てた家具にレッサも倍増。自分たちで選んだ色も気に入りました。早速食器を入れて上はドリンクバースペースに。ここは日本の家族にもらったお気に入りの綺麗な食器たちが並んでいます。また別の日、今度は洋服をかける棚を見に来ました。いろいろあって迷う。またまた自分で組み立てに挑戦。すっかり IKEA の家具組み立てにはまった私。言葉の説明なしで進めるのが謎解き感覚で面白いです。音楽聴きながらこういう没頭できる作業に集中する時間も悪くない。日本の IKEA で売ってる家具は日本の家用に少し小ぶりな作りになっているって何かで聞いた覚えがあるんですが、本当でしょうか？日本のレストランメニューはフランスとは微妙に違いそう。よかったらコメントで教えてください。食器棚の時より容量をつかんで間違えずにできました。完成形がこちら。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント気軽によろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。